皆さんこんにちは、千尋です。今回の J ディスカバリーは前回に引き続きインスタ映えということで、今回は第3万年堂離れというお店にお邪魔しております。こちらのお店は有名なスイーツライターの方にご紹介いただきました。そして今回はですね、そのスイーツライターの方にゲストにお越しいただいております。花友さんです。どうぞこちらにお越しください。こんにちは。花友です。よろしくお願いいたします。どうぞおかけください。今回のこの第3万年堂離れさんを紹介いただいたのは何か理由があるんでしょうか。はい、まずはですね、こちらのお店和菓子屋さんなんですけれども、あんこがですね、他のお店と違ってすごく美味しいんです。はい、兵庫県辰野市にある第3万年堂っていう和菓子屋さんがあるんですけれども、そちらの新業態のお店なんです。で、兵庫県のその本店は江戸中期創業という本当の老舗なんですよ。長いですね。そうなんです。で、そこの本店で作ったあんこをこちらの離れでも同じように使ってるということで、なるほど。老舗の味を、じっくり味わえるということですごく人気なんです。そうなんですね。はい。それでは早速注文していきたいんですが、どちらのメニューがおすすめなのでしょうか。こちらはですね、ドラパンっていう商品なんですけれども、僕はその中でもいちごピスタチオが、もう見た目が確かに可愛いですね。これがおすすめなので、ぜひ注文してみませんか。かしこまりました。では早速ドラパンのいちごピスタチオを食べてみましょう。ドラパンが到着いたしました。可愛い。めっちゃ可愛いですね。可愛いです。これはもう女子大喜びですね。では早速綺麗に見えるような、可愛く見えるような撮影の仕方を教えていただけたらなと思うんですが、これの場合だと正面からもすごくいいんですけど、真横から撮ってもすごくこうインパクトの写真が撮れると思います。真横ですか。で、なるべく垂直に撮った方がいいですね。垂直に。お、すごい、いきます。こういうのも一番あると面白いですね。確かに。横で撮るっていうのはなかったですね、今までに。面白いです、これは。またあとはね、こちらの席だとソファーがピンクですごく可愛いので、このピンクのソファーをバックに撮るともっとこう可愛らしい写真になると思います。なるほど。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ピンクが背景にあるだけでめっちゃ可愛くなりますね。めっちゃ可愛いですよね。なんか撮影するときは周りをこう見渡して何か一緒に使えないかなってこう探したりするのも楽しいです。すごいです。すごい勉強になりました。もう早速いただいちゃいます。食べてみましょう。先に失礼します。いただきます。このクリームもなんか不思議な感じがしますね。生クリーム。こちらはですね、豆乳クリームを使っております。豆乳なんですね。またね、他のちょっと食べ方もあるので、僕はじゃあ千尋さんと違う食べ方でご紹介させていただこうかなと思います。パンをそのまま持っていただいて、そこにこの秘伝のあんこですね。秘伝のあんこといちごとこの豆乳クリームですね。で、こうすると一口でサクッと食べれます。なるほど。ちょっといただきますね。まずこの小豆のこの上品な甘さが口に広がるんですけど、その後にこのいちごの酸味もちょうどいい酸味もくるんですよね。で、その後にこの豆乳クリームのまろやかさがもう一緒になって、これは本当に美味しいです。ドラパンすごく美味しかったです。美味しかったですよね。食べ物ってお腹が満たされて美味しかったって感じじゃなくて、見た目の可愛さとか心とか目とか、そういういろんな感覚まで満たされるっていうのは初体験でした。本当ですか。満足していただけましたか。大満足です。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。では今回の J ディスカバリーはここまでになります。次回も引き続き花友さんとご一緒にインスタ映えスイーツをご紹介していきます。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。花友さんでした。ありがとうございます。